さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと裏ごさないスイートポテト、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。バターと砂糖、卵、生クリーム、さつまいも、これだけで作っていきます。はい、今日なんですけど、型はこれパウンド型を用意してます。で、内側にパウンドケーキ焼くみたいに型を引いてください。で、オーブンなんですけど、予熱は、210度で予熱してもらって、でも今日ちょっとレンジで作る作業が多いので、レンジを使ってから、オーブンを予熱するとやりやすいと思います。ここまで準備しておきます。はい、まずお芋なんですけど、これ皮付きで約 300g 欲しいので、これちょっと今 500g あるんですよ。300、ちょっと取っていきます。これ今 300g ぐらいなんですけど、で、これで皮を先にもう剥いちゃって、はい、これをラップしてレンジで蒸していきたいと思います。はい、これ今チンしたんですけど、ちょっと熱いんで皆さんやけどしないようにつけてください。そしたら泡立て器ですね、これで少しこうやってほぐせるぐらいで十分です。はい、これできました。そしたらここに材料ですね、入れちゃいます。全部お砂糖も一気に、あとバターですね、バターもちょっと軽くだけ混ぜてあげて、でこれまたラップしてレンジで温めて、ちょっとこう炊いていくような感じですね。温めていきたいと思います。はい、これ今温め終わったんですけど、これもかなり熱いので、これ混ぜるときはこれ手袋した方が絶対いいですからね。僕ちょっと右利きなんで、これ押さえてこれしっかり混ぜていきます。で、普通だったらこう裏ごししたりとかもするんですけど、今回ね、このちょっと残ってるぐらいがね、多分僕美味しいと思うんで、全然いらないです。これは今その滑らかにする作業をしてるんですけど、液体とかバターとかが入ってるんで、もう全然力入れずにこうやって滑らかになっていきます。本当にこだわるんだったらここで裏ごししてもいいんですけど、あんまりいらないかなと思います。こんな状態ですね。芋ペーストみたいな状態に簡単にできます。で、ここに卵を入れて混ぜていきたいと思います。卵全部入れちゃいます。ここでめちゃくちゃしっかり混ぜといてください。はい、こんな感じですね。ちょっととろっとした感じ。これを型に流してこの後オーブンで焼いていこうと思います。さあ焼けました。めちゃくちゃいい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですよ。これクリームのせました。うまい。これ芋より芋食べてるみたいですね。これめちゃくちゃうまいです。ぜひ作ってみてほしい。さあこれポイントのおさらいですね。もうポイントはお芋あったじゃないですか。お芋をしっかりこうほぐせるぐらいまでチンしてほしいんですよ。レンジで温めてほしいです。でもしふかした芋を買ってくればもうそれで解決しちゃうんですけども、それでも全然 OK です。あとはお芋によって若干甘さが違うので、途中こう混ぜてる時に少し味見しても全然いいと思います。今回の甘さ結構ちょうどよくできたと思うんですけど、お芋によって変わってきちゃうのでぜひそこは見てください。あとはポイントは今回お芋とバターありましたね。バターっていうのはこれコクと冷えた時に固まる力なんですよ。で砂糖は甘さです。で生クリームはクリーミーにするために今回入れてます。であと卵ですよね。卵も焼いた時にこうやってしっかり形作るようにやってます。でもしここに小麦粉とか入れたら
これのパウンドケーキになるわけですよ。パウンドケーキができるんで、小麦粉もし入れてください。で、それ以外に例えば卵を増やしたいとかだったら、卵を増やすともうちょっとプリン状になりますよね。卵分が入ってしっかり硬くなると思います。材料ってそうやって分解すると全然自分でアレンジしていろんなスイートポテト作れるようになりますので、ぜひそこもやってみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。